いつも動画を見てくれてありがとうございます。スリーピーボーイです。今日は東京下北沢に来ております。行きたい古着屋さんがありまして、そこにちょっと許可を取ることができたので今日撮影をしています。で、一人だと寂しいのでゲストをお呼びしておりますので、ちょっとお願いしてもいいですか、こちらに。みんな最近おしゃれしとる。どうも、アイビーです。アイビーさんと一緒に古着屋さんを巡ろうかなということで、いや楽しいっすね。はい、もう動画を、見られてる方で、ご存知じゃない方もいらっしゃるかもしれないので、SNS とかで発信されてることとか説明していただいてもいいですか？もちろんです。少しでもね、こうおしゃれの楽しさを伝えていきたいなっていうことで、普段ですね、ドメスティックブランドを中心にね、僕の投稿を見に来た人たちにヒントを得てもらうような発信をしております。それに加えて、僕の特技であるビートボックスをやったりとか、そんなことをやりながらね、ちょっと日々面白おかしくやっているので、ぜひね、よかったら見てくれると嬉しいです。今回はエトさんという、古着屋さんにお邪魔しておりまして、下北沢の駅から体感歩いて3分ぐらいだったんですけど、今ちょうどヴィンテージティファニーですかね、それのイベントもあるということで、ちょっと先駆けてそれも見させていただきつつ、普通に古着屋さんでね買い物をしようじゃないかという企画でございます。めっちゃいいです。せっかくならちょっとテーマを設けようかなと思います。いいっすね。この夏今着るならこの古着がおすすめだよっていうことと、ちょっと涼しくなった秋口とかにこれいいよっていう2つねアイテムをちょっとおすすめしてもらいたいなというふうに思ってますので、買い物行きましょう。はい。もうね今閉店した状態なので、お客さんいないということでカメラをぶん回すというスタイルでいきたいと思います。こっちが道路で、こっちがお店、お店になってて、内からもう奥の方にこうガンと抜けている古着屋さんなので、すごく入りやすいですし、1階もあるし2階もあるんですよね。なのでまずこの1階を見て、でその後2階を見ていくっていう感じで。1階のゾーンってどういうゾーンなんですか？聞いてみますか？確かに。1階は主に古着を取り扱っておりまして、で2階がそのセレクトのブランドを取り扱ってて、でもまだ揃いきってなくて、実は2階、今後もどんどん増えていく予定ですね。なるほど、なるほど。じゃあまず1階のエリアちょっと見ていきますか。いや、いいっすね。なんかこのラルフのこの汗具合の感じとかも。確かに。これ大さん好きなんじゃないですか？ WRL。なんですか？おっ、いいな。最高ですね。ね、結構アバンギャルドでいいっすね。いいですね。気合入ってますね。ちょっとシアーな感じの、夏にも着れそうな。レディースの人たちの洋服もあるんですね。そうですね。面白いデザインの古着もありつつ、こういうベーシックな古着もあるんですね。なんか何年代のラルフとか、そういうのが結構ベーシックな古着屋さんって割と多いじゃないですか。こういうちょっと変わったデザインの古着屋さんって結構少なかったりするんで、意外とそういうものが置いてあるっていうのはめちゃくちゃいいっすね。いいですね。とか面白い服を見つけれるのが古着屋さんの行く意味みたいになりますよね。でも第3って割とあれじゃないですか、オーセンティック寄りの方の古着じゃないですか。僕割と結構攻めた系の多いっすよね。スタイリングも面白くて、僕はシンプルな服が多いんですけど、でもアイビーさんのところからすごい学んでちょっと取り入れたりとかもしてるんで。マジっすか？それちょっと嬉しいっすね。行きましょう。お願いします。入ってすぐで見つけたんですけど、アニメ T があって、呪術廻戦 T。うわー、めっちゃいい。いや、もう今旬じゃないですか？旬ですよね。旬っすよね。バンティとかって、確かにめっちゃ古着高くなって、一気に行きましたよね。一気に行きましたよね。普通に買えないぐらいの値段のやつ増えたじゃないですか。逆に今度はこういうちょっとアニメとかね、カルチャー系別のもので楽しむの結構ありだなって最近思ってたので、ちょっとこれ気になりますね。そこら辺、やばい。なんすか？僕の動画見てくださった人は結構好きなんですけど、マジで神アニメのやつなんですか？へえ。しかもプリントでかいね、インパクトあって。確かに。ドラゴンボールとか、初音ミクとかは大丈夫ですか？そっち系も全然詳しくはないですけど。本当ですか？この辺リメイクですか？職人にフォーカスをしたブランドで。いろんなアイテムドッキングがされてるみたいな。すごいな。このタグに制作者の名前が入ってるんですけど、このアイテムが売れたらその制作した職人さんにバッグが入るっていう、その職人さんを大切にするようなブランド。へえ。こういう明るいシャツ好きっすよ。こう
ういうのにブラウン系のパンツ合わせるとか、ああなるほど、そっち系ですやっぱり。で麦わら帽みたいな。うわよくないですか？いいよ、もうお花畑っすよ。確かにでもそういう楽しみ方いいっすよね。ね、いいっすよね。季節感があるようなその着こなしっていうのもね、ちょっと面白いと思う。確かにヘインズの BPT で染めてあるのかな、これオーバーダイしてるのかな。これやっぱ古着屋さんらしくていいっすよね。ね、この感じこういうのなんか、ああいいよ、これ僕めっちゃ好きっす。これやばい。いや、これめっちゃ好きそう。これあれですよ、今背中見たじゃないですか。はい。前面はちゃんと前面でプリントが違う、だから多分こっちの表側見た時の骨の名前と、あ、本当だ。だから背中になってる。本当だ。背面は背面だ。これいいっすね。いや、いいっすね。そう、行きましょうよ、それ。行きます。いやー、マジで大さん俺と真逆だな。いいっすね。お互いいいっすね。違うジャンルで、ね。はい。これはジャージとかですかね。確かアディダスのジャージ。いいっすね。もう今旬です。やっぱこの色とかすごいいいっすよね。黒にオレンジの配色とか。イカゲームっぽい。あ、イカゲーム見てます？見ました。全部見ました。あ、全部見た。いや、僕は、2まで見ました。あ、マジっすか？はい。結末言っていいっすか？いや、ダメだ。これ見てる人。これとか結構好きっすね。感じの雰囲気とか。あ、ベロアなんだ。なんか僕のイメージじゃないですか。うん。しかもここのなんかパイピング越しのこの切り替えの感じがまた面白いんですよ。そうっすね。なんでこれまっすぐじゃなくてここ取ったみたいな。確かに。なんか不必要な遊び心ってやっぱある一定数必要なんですよ。それがね、なんかこう昔のアイテムってちょっとノリでこうやっとけみたいなポイント結構あったりするんで、そういうのが好きっすね。ちなみに僕このアイテムを着こなすってなるとちょっとイメージがあんま湧かないんですけど、自分だったらアイビーさんはこれどういう風に着るんですか？これ例えばなんですけど、ジャージとか、やっぱりそのカジュアルに着るものをあえてそのドレスアップさせるっていう革靴とかそういったので、なんかそういった着こなし方もちょっとありなんじゃないかなとか。確かに。あとは金ボタンのブレザー。これいいと思う。コンブレってことですか？コンブレです。デニムシャツでこれ。なるほど。結構あれですよ、ディオールの古着だ。ちょっと短丈で今っぽいし、これ好きな人多いんじゃないですか？いや、これ好きな人多い。いいですね。ネイビーに白と赤ですね。赤と。あ、ちゃんと横に「よ」って書いてある。ああ、いいっすね。ちょっと嬉しいですね。しかもここじゃなくてこっちっていうのがいい。ちょっといいっすよ。確かに。古着屋さん来たら毎回こう気になっちゃうんですけど、バブアめっちゃ好きで。バブアいいっすよね。でも大さんバブアのイメージありますね。あ、本当ですか？はい。ああ、いいっすね。いいっすね。もう味が出てて当たりみたいになってて、フードがついてる。うわー、いいっすね。タータンチェックっていう。可愛いっすよね。はい。もうブリティッシュスーツの上にバブアー着て足元パラブーツっすよ。なぜか足元だけフランスっていう。確かに。ブラウン、ベージュかな？よりで。あ、確かに。襟がこう気持ちいいスウェードっぽい。はい。もう確かに。ね。で裏地が面白いですよ。また明るい緑。またちょっと違いますね。雰囲気が。気になったんですけど、香りチェックしていいですか？あ、全然言ってください。大丈夫です。どうですか？臭くないです。たまにあるんですよね。ありますあります。バブアの古着でめっちゃ臭いやつ。ありますあります。どうやらこのエトさんでは純正のパブアーのワックスを使って全てリプルーフしているから臭くないようです。無臭というか全然気にならないんで、確かにいいですね。買いやすい。状態も結構雰囲気はあるけど、生地がボロボロとか、そういうのではないんで。じゃあこれは候補ですか？もしかして。これは候補です。僕普通に欲しいますけど。ジャケットゾーンっすね。はい。これありますね。あったさっきのあれじゃないですか。もしかしてできるんじゃないですか？イメージ湧きます？湧きます。この感じ。そう、これを革靴で行ってもいいし、これだったらスニーカー行って、キャップっすね。キャップです。金ボタンのブレザーでも全然いいんやけれども、こういうのもいけるんですよ。ベージュ。なるほどね。そう、ブラウン系で意外とね、ブルーって使いやすい色なんですよ。なるほどっすね。さやさんジャケットでも似合いそうだかな。本当ですか？はい。ちょうどね、この前ラルフローレンでコンブレ買うか迷ったんですよ。めっちゃいいっすね。はい。どうでしょう？選び方としては前のボタンを止めてあげて、でパッてこう見るじゃないですか。で見て横向いてください。横向いて、ここの肩あるじゃないですか。ここに指がちょっとね、ピッてやった時に半個分ぐらい、半個分入るぐらいがジャケットの選び方としてやっぱりこうちょうどいいって言われていて、後ろ向いてもらっていいですか？後ろ向いてもらった時に
ここの肩のゾーン、このところに月じわって言われるこうシワがね、はい、なければ基本的にはちょうどいいって言われるような、まあこれほんと正規のジャケットのこう選び方なんですけど、はい、まあ、古着のジャケットもね、大方間違いじゃないかなと思います。あとは着丈ですね。着丈、はい。だいたいまあお尻が半分隠れるか隠れないかぐらいが一番ちょうどいいですね。古着は結構緩く作られてるものが多いんで、少しご愛嬌なところもあるのかなと思います。なんで気をつけるべきポイントは、袖丈と肩幅はしっかりと見てあげてたらいいんじゃないかなと思いますね。なるほど。あとね、古着はボタンが面白いんですよ。これ洒落てるものが結構あったりするんで、なんかそういうボタンとかで見て選んだりとかしてもいいかもしれないですね。2階に来ました。いや、やばいっすね。2階やばいっすね。また雰囲気がね、変わりますよね。ガラッとなんかまたこう雰囲気が。これ、さっき言ってたあれじゃないですか。そうなんですよ。こんな並んでるとこ初めて見たかもしれないです。100種類ぐらいでしたっけ？ 100個です。100個。すごい。クリスとかもいいっすよね。いいですね。やっぱ夏はアクセサリーですよね。いやー、間違いない。このヴィンテージティファニーのイベントは8月2日から11日まで開催。詳細は概要欄にまとめているので、ぜひチェック。ちなみに僕、これリング持ってんすけど、はいはい、どれですか？同じやつありました。え？うわー、すごいこれ。すごくないですか？これ使っていくとこっちぐらいまで。なるほど、なるほど。黒ずんでくるんですけど。シルバーが黒ずんでくるんですね。メンズサイズがあんまないんですよ。へー。で全然僕でも普通にこうつけれるぐらい。めっちゃいいですね。めっちゃいいと思います。いいね。いや、さっき手前からだったんで、ちょっと次奥から行きましょう。奥から行きますか。それいいな。すごい、これ大事。これも絶対欲しい。絶対そうだと思います。レザースイングトップ。レザーの匂いしますね。あ、裏地もね。いいっすね、ハウンドトゥースの。こういうのがいいんですよ。やっぱり、丁寧なものづくりというか。長く使えますよね、もうこれ1個あったら。面白いっすね。これいけます？大さん。いけますか？これもあれじゃないですか、マルジェラの旅ブーツとか。ああ、やっぱりそっち系ですよね。ペンキの感じで。じゃないですかね。どうせこれ。やばいやつだ。LL ビーンの、はい。これ、色のこの汗方えぐくないですか？これ絶対特別なやつでしょ、これ。特別なやつ。初めて見た。これ多分とってもだからリメイクじゃないですか？ぽいっすね。刺し子っぽい感じの。もしかしたら限定ものの可能性ありますね。下手したら。スモカもな、後染めだ。イタリーのやつもまあ高くなってるじゃないですか。そうっすね。状態が良くて、自分が欲しいものがあった時は、まあ、多分買うのが一番最安になりますよね。そうなんですよね。結局上がっていくんで、やっぱり、これとかもいいんじゃないですか？あ、それやばそう。これやばいと思う。珍しい形のフレンチワークジャケットもありました。これは数回程度しか使用されていない超美品。でもなんかこうフレンチのこうなんか上品さみたいなところが入ってていいっすよね、曲線が。いいですね。はい。これめっちゃいいっすね。白パンにインナーセントジェームスじゃないですか。ああ、正解じゃないですか。正解です。それも第3、それも行くんじゃないですか、それも。はい。このエリアはゼニアやアルマーニ、ボスなどドレッシーなアイテムも取り揃えていました。選択肢が多い。ボタンも可愛い。さっき言ってたあれですね、はい、ボタンですね。シューズ系もいろいろあって、1階に結構シンプルなローファーもあったりとか。このバッグとかもすごいっすよ。これね、僕めっちゃ好きなブランドだったんですよ。なんてだったんですよって言われるか。壁を持ち歩くがテーマの加賀利祐介の取り扱いもありました。建築用パテを使った唯一無二のブランドです。多分ここら辺が買った時の感じで、だんだんこういう風になるっていう。でこれがもう加工したやつもある。たくさん使い込むとこんな味が出ます。この財布しか知らなかったんですけど、こういうカバンの種類があるっていうのは知らなかったんで。もはやもうこれかけてたらウォールアートっすよ。すごいっすよね。ほんとすごいと思います。アートピース。確かに可愛いっすね。これめっちゃかっこよくないですか？なんか。お、それはロエベですか？ロエベのフローランナーっていうシリーズです。ロエベのかっこいい。そういう、いいっすね。マルジェラの。僕この前イタリア行った時に、マルジェラ行って、それこそ本当ジャケット欲しくて、30万で買えねえじゃんみたいな。えぐいっすね。感じだったんでね。まあこれだったらもう全然買えます。うわ、本当だ。これはもうなんかあえてこういう風になってるって感じですか？そうですね。ハトメの穴がちゃんとこっちの中の生地につけられてるので。
こういう仕様な。ジャケットって本当になんかデザインでこう遊ぶって意外と難しいと思うんですけど、こういうなんかささやかな抵抗をしてたんですね、やっぱり。ささやかな抵抗。ささやかな抵抗結構大事っすね、やっぱ。ここのお店にある古着のアイテム、もう下の階にあったやつもそうですけど、全部綺麗なんで。状態いいっすよね。ね、古着屋さんでなんかちょっとボロボロっとしてるのが嫌だって人も、気になる人とかも、ここだったら全然気にせず来れるかなって気がしますけどね。これかっこいいじゃないですか。ね、めっちゃかっこいいっすよ。色もいいっすね、なんかね。ね。高級テーラー出身デザイナーによるメゾンヘルダーというブランドもありました。テーラーをやってる人なんですね。1着100万円くらいのテーラーを作るようなファッションの遊び心みたいなのをベースに展開してるらしいです。なるほど。1リットルのペットボトルが2本なんで2リットル分のペットボトルがここにすげえ、すごい。胸に鍵をつけて、その下になるほどなるほどね。携帯を入れて、はいはいはい、そのこれがあれとりあえず生きていけるみたいな。なるほど。持っていけるよねみたいな。でここを肥沃にしちょっとコンシールっぽい感じの。しかもこれもなんかシャツなんか面白いっすよ。なんかここにこうやって持ってて。面白いです。イタリアの高級メーカーのテスタっていう生地を使ってて、本人がやっぱそのちゃんとしたシャツを作る人なんで、なるほど。変形で作ることがあんまりなかったって本人も言ってて、面白いっすね。面白い。ポケットも面白い。ポケットもこれ2個付けですよ。2個付けです、はい。シャツなのにちょっとジャケットっぽい感じの感覚で着れるっていう。ここの位置もずれてんすね、少しだけ。そうですね。前立てもちょっと右寄りにずれてますね。これ襟立てたらどうなるんでしょうね。立ててきてもいいかもしれないですね。かっこいい。スタンドカラーで。はい。ということで、はい、いろいろ見た中で、はい、まあ僕そしてアイビスの中の、はい、まあ、夏そして秋口に着たいおすすめをご紹介していきたいなと思うんですけども、はい、どっちからいきます？じゃあ第3から聞いていいですか？いいですか？夏なんでね。はいはいはい。ね、T シャツなんですけど、これねさっき動画でもね出てたと思うんですけど、表そして裏にプリントがあって、骨のねこの体の部位が書いてあるんですけど、前面とこれほんとすごいっすね、はい、そうデザイン違うんですよ、個人的には、まあ、こういうアイテムに今これ履いてるデニムのセットアップでジャケットを着てちょっとルードっぽい感じで着たらこれかっこいいかなと思いました。確かに良さそうっすね、これ1枚に着てもかっこいいんですけど、でちょっと腕まくりしたりしてやんちゃな感じで着てもいいっすね、結構いいかなと思ったので、このアイテムだったらしたいなと思ったので、こういう変わり種 T シャツ僕はおすすめしたいと思います。僕もなんか普通にこれ面白いなと思って、まあ、この辺りの切り替えと、はい、これねこれニットっぽい感じなんですけど、ちょっと透け感があるというか、はい、あるような感じのタイプのニットなんで、袖まくりでハーフパンツっすね。なるほどね、はい、ちょっとトップスは厚くするけど下ハーフパンツで抜いて、でなんかこうちょっと大人っぽさを出して着るみたいな感じがいいんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、これはもう本当に面白かったんでちょっと選ばせてもらったっていう。ゴールドのネックレスとかじゃそっか、はい、ちょっと首元が開いてるからこそできるんですね、アクセサリーつけていいんじゃないですかね。いいですさっきあったティファニーのね、ゴールドのネックレスとかちょうど買えますからね。しかもこれ裏と違うんで、本当だ、切り替えがあって面白いっすね、クレイジーパターンっすね。ということで、まあ、今回は東京の下北沢にあるエトさん、古着屋さんにお邪魔しました、どうでした？結構楽しかったっすね。いや面白かったっすね。なんか目新しいものがたくさんあったんでね。はい。第2回ありますか？いや、ありますよ、絶対ありますあります。てかなんかこのシリーズはちょっとなんか定期的にやりたくないですか？やりたいっす。東京編、名古屋編で。いいんですか？いいですよ。行きます行きます。じゃあその後は北海道、福岡ちょっとやっていきたいですね。いろいろやっていきましょう。ということで今日の動画は以上です。最後まで見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。